はい、どうもこんにちは、チャラです。今回はですね、日暮らしの泣く恋に卒第5話、綿明かし編その2の感想考察をやっていきたいと思います。ネタバレを含む内容となりますので、そういうのが嫌な方は動画をストップしてください。それでは、行きましょう。はい、まずは一つ目。シオンの動きが不自然。ということで、こちらどういったことかと言いますと、もともとこの、綿明かし編というのは、綿魂編の回答編ということで始まって、ミオンがメインのお話で始まっているんですけど、もともとは、綿流し編、目明かし編というね、シオンがメインのお話の、反転した世界のお話となるんですね。で、もともとの、その、目明かし編、綿流し編のお話だと、シオンが暴走して、いろいろ事件を起こしていく。一番初めに綿流し編を見た視聴者は、ミオンがやったのかなっていう風に見えるんですけど、姉妹の入れ替わりというトリックでね、実はシオンがやっていましたっていうのが、どんでん返しというか、そういうトリックだったんですけど、今回の綿明かし編に関してはミオンがメインということで、シオンは、特に事件を起こしていませんと。なんですけど、なぜか綿明かし編でも、その、シオンの動きがですね、その事件を起こす動きと似ている動きをしているんですね。ミオンがメインのお話なんで、入れ替わりのタイミングも変わっていますし、大きな流れは違うんですけど、ミオン人形をね、渡しているので、もう、初めのね、入り方から違うんですけど、そこでね、気になるのが、まずケイチをデートに誘った理由ですね。こちらね、シオンはですね、サトコの兄の、名前なんだっけな。名前で忘れちゃう。サトシね、サトシ。サトシのことが好きで、サトシくんって言っていうようなキャラなんですけど、そんなキャラがですね、ケイチをデートに誘う理由は何なのかということで、普通に考えたら、ミオンのことをおちょくるというか、ミオンが、ケイチ好き好きってなってるところに、ちょっとちょっかい出してやろうかなっていう、シオンの性格はそういう性格なんで、ちょっと、意地悪な感じの女の子なんで、そういうことをやったのかなと思うんですけど、本当にそれだけで、やったのかっていうのはちょっと疑問に残るのかなと、なんか裏あるんじゃないのかなと思ってしまう。デートに誘っただけじゃなくてね、お祭りの日もですね、ちょっと、ケイチ関連でおちょくったりもしていましたので、西宮殿入るまでですね。その辺がなんか、そういう性格なんだよって思うんですけど、ちょっと裏を考えてしまいますね。はいね、2点目が、西宮殿に入った理由ということで、この西宮殿に入った理由が一番ちょっと自分わかんないんですけど、もともとシオンが、西宮殿に入った理由というのはですね、疑心暗鬼になってその村の暗部の動きだったり、裏側を知りたいっていう動機があって、西宮殿に入ったんですね。本来シオンも嫌がってるわけですよ。もともとは、やっぱ、園崎家のこともありますし、何されるかわかんないですしね。村の、掟ということとかにも恐怖を感じていますので、西宮殿に入った理由はですね、そうやって考えると、今回の、お話で、入る理由がないんですね。疑心暗鬼にもなっていませんし、ただの、ほんのちょっとの興味だけで、西宮殿に入るのかってそんなリスクを冒すとは到底思えませんね。で、ケイチを脅かすために入ったっていうのもあり得るんですけど、いや、それにしてもちょっと理由として弱いんじゃないかなと。ここがちょっと矛盾を感じるというか、はい、違和感を感じるポイントでした。はい、では2点目。こちらはですね、ついに待望の葛西が登場ということでね、おめでとうございます。葛西がついに日暮5卒通しまして、初登場なのかな？なんかチラッと出てきてたような気もしますけど、いやー出てきましたね。葛西好きなんですよね。こういうキャラね。
声の、ね、演技も、まあ、含みますけど、やっぱね、このキャラ面白いんですよね。本当に。他のね、ちょっと動画でもちょろちょろね、なんか活躍してるのもありまして、好きなキャラが出てきたということで、嬉しかったという、そういう話でした。はい、3つ目ですが、高野はずっと改心したままということで、里壊し編の方で、高野の改心の、お話がありましたけど、他の話でもね、高野はずっと改心したままということで確定したんじゃないかなと。まあ、もともとほぼ確定してたんですけど、今回のでさらに確定したと。まあ、記憶の蓄積は不可逆ということで、話されてましたけど、まあ、それはやっぱそうだったということで。なんで、まあ、今後も、まあ、高野と富武の動きは、共通しているのかなと思います。特に裏がなければ、普通に、二人でこうやって逃亡して、事件を起こさないようなムーブになっているのかなと思います。まあ、特にこれは裏はないかなと思いますね。はい。はい、では最後4つ目。里子の動機と今後ということで、こちらなんですけど、まあ、今回綿菓子編のその2が、まあ、パート見てね、ミオンの暴走によって、事件は起こされていたということが淡々と、お話として進んでいきましたということで、まあ、特に驚いた点はなかったのかなと。はい。まあ、ケイイチに電話してるところが、シオンだったのかぐらいですね、自分が驚いたのは。はい。なんで、まあ、淡々と進んでったんですけど、まあ、これ見てね、鬼明かし編、綿明かし編ということで、まあ、素直にお話が進んでいっていますので、めちゃくちゃね、裏側の動きが全くないのかと。ここまで素直に話が続くと、やっぱちょっとその辺を疑っちゃうんですよね。で、この里子の動機なんですけど、まあ、もちろんその、理科のことを、ひなみ沢に留まらせるために改心するために動いているはずなんですけど、まあ、今回のね、動機がですね、ミオンへのその発症の興味だけで、動いているということで、まあ、このカレー対決のところはまあ良しとして、まあ、その後、ね、ケイイチ宅へお弁当を届けるのを見張っていたりとか、その後お弁当を返却するところで、なんか、まだ発症してねえのかこいつみたいな顔で、ね、ちょっと、ね、監視してたりとか、お祭りの、奉納演舞の時にね、里子が悪い顔して、ケイイチとシオンが二人でどっか行っちゃったよってね、そそのかしてミオンが発症するっていう流れで、なんか、興味だけでここまでやるかっていうね、ここすんごい違和感ですね。はい。なんか、ちょっとまあ後で話すんですけど、ここはすっごい違和感が残りましたね。はい。で、まあもう一個気になるのが、まあ裏で何をやっているか、里子がどういう動きをしているかっていうのが、まあ今回も描かれていない。まあちょこちょこそミオンをそそのかすっていうのは描かれたんですけど、その、お祭りの時以降ですね、の里子の動きが特にまあ描かれていないということで、まあこれは来週ね、描かれる可能性が非常に高いんですけど、まあこの辺の動きはちょっと気になりますねっていうことで、はい。で、まあこれを踏まえて、たたり魂以降はどうなるかということなんですけど、先ほど話した、その、ミオンへのそそのかしについて、まあ興味があるだけで、まあその、なんだろう、今までミオンが発症したことない世界を理科に経験させるためだけに、こう、動いているとは思うんですけど、まあ、元々のね、その、根底にある理由が理科を、回避にさせるためっていうのがありますので、ただですよ、この動きを見て、改めて、ゴーの時のことを振り返ってほしいんですけど、猫騙し編で、理科がね、こう、どんどんいろんな人に、やられていくシーンあるじゃないですか。なんだろう、最終的にその、里子が、炎演舞、綿流しをして、理科のことをね、許すっていうシーンがあるんですけど、そのシーンでね、里子が泣きながらね、言ってるんですよ。私はもう、こんなことやりたくなかったと。理科のために部活メンバーをね、いろいろ、やってしまいましたと。涙流しながら後悔するセリフを吐いているんですよ。
とても演技には見えないんですけど、演技だったらビビるんですけど、まあ多分演技じゃないと思うんですよ。本心だと思うんですね、そこは。部活メンバーのこと犠牲にして、つって話してるんですけど、今回の綿明かし編の、この、里子の表情、動きとか見て、お前本当に後悔しながらやってんのかと、強く思いますよね。そうは見えないんですね。で、このことからですね、何が言いたいかと言いますと、まあ、この、率先してこの里子がミオンをそそのかしている。で、その後の猫騙し編で、後悔しているとこう泣きながら見せている。で、これはやっぱ演技と見るしかないんですよね。演技じゃなかったらもう里子相当サイコパスなんですよ。やばいやつになるんで、もう評価がやばくなるんですよね。いくらこの後改心しようが、もうこの経緯がある。ね、これが演技じゃなかったとすると、もう里子やばいんですよ。で、まあ、これも演技とするしかないんですよ。もう、ね、泣いているシーンは演技。もう里子の演技と。で、そうすると、里子何のためにその演技をしているかというと、その、全体の里子の動きを監視している人を騙すための動きになるんですね。演技というのは。そうなるとまあ、エウアのことを騙すというか、ちゃんとこの、リカのことを改心させるために動いていますよっていうのを見せるために演技していたということにつながるので、まあこれが物語の、今後につながるというふうに自分は考えています。まあね、死を繰り返す者を殺す剣が出てきましたけど、まあそれをやっぱ、出てきたということは絶対使いますので、で、誰に使うのかっていうのが、話の中心になってくると思うんです、最後ね。で、まあそれが、エウアに使うということにつながるのかなと。で、それにつながるための伏線として、まあ今回の、この、里子の積極的な姿勢というのを描いているんじゃないかなと自分は考えています。どうやってそのエウアを、あの空間にそれを持ち込んでいくのかってのはちょっとまた一工夫が必要なのかなと思いますけど、まだその辺のトリックというか、どうやってやったのかはちょっとまだわかんないんでね。はい。まあ、いくつか、変な妄想はありますけど、またそれは後日、考察していきたいと思います。ということで、まあ、それが今回気になった点と、まあ、今後どうなるかという予想になります。はい、ということで、綿明かし編その2の感想考察でした。次のお話ではね、綿明かし編が完全に解明されると思いますので、楽しみに待っていましょう。今後もね、日暮らし含め他のアニメの感想考察とかもやっていきますので、チャンネル登録、また動画への高評価よろしくお願いします。それでは今回はこの辺で終わります。さよなら。